これちょっと柔らかい角の使い方でこう王手するっていう、これぜひね覚えていただきたい。これはね筋に入りました。歩ついてね、これはきついですよ。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の船中修二です。今回もですね将棋大相撲実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが後手です。はい、今回は私が後手番ですね。相手の方居飛車党ですかね。角交換なんか角換わり系の将棋が得意戦法、7七角というのはちょっと変わった手ですね。基本的にはそうですね、6六とつけば振り飛車ですけど、銀上がって角交換系の将棋にしたいという意図ですかね。どうしますかね。私の方は銀上がって、私も8四歩はついたんでね、もう振り飛車っていうことはないんですけど、止めてみますか。私の方ね、角を交換すれば角交換の将棋で、私ちょっと矢倉を目指してみましょう。このスタートに限りね、後手番でもこう角側に対して矢倉がね組めるんですよね。これ3三角と上がれば雁木なんですけど、別にどちらが得したということもないなんていうんですかね、一局の将棋ですね、これもね。ちょっと変わったスタートでね、ありそうでないような局面ですかね。ちょっとやっぱり7六歩8四歩に7七角とね、8五歩来る前に7七角って上がる形がいい悪い別にして珍しいんですよね。8五歩7七角っていう手順がね、角換わりの組み立てでは多いので、なのでそういう意味で少し少ないという表現になりました。で相手方銀の繰り出し早いですね。なので私は上備えて角を引いてね、これはね角引きを急いだのは銀がこう出てきそうなのでね、6四角というこのポジションですね。これはもう村チャンネル内で散々今までの対局でね矢倉戦の時って言ったんですけど、この地点に角が来る形がね、非常に安定感があるというかね、攻防の要所なので、ここに角を来る形をなるべく早く作ればね受けやすくなります。具体的に言うとこれ2六銀とか棒銀とかに出てくれば6四角と出るとね、それだけで、牽制になります。で、相手の方を角引いてきましたね。このまま組んで銀冠含みみたいな指し方もあったところですけどね。私は銀上がってちょっと私の方積極的にいってみますか。これでこうついてね、相手の方が棒銀にね来そうでしたけど来なかったので、この後棒銀になるかもしれないですけどね、ここで止めてるんで、ちょっと私の方が駒組みを急ぎます。この歩はさすがですね。今角引いたので何気なく引いたんですけど、これ銀立ちでね安定させようとしたんですけども、すかさずどかされてしまいました。ただこの歩が今ねこうついて反発していくので、次はこの歩が狙いどこですね。こうね銀が出て、まずですね、これはまずの序盤戦でしょう。王様やってね、この形が銀が1個ね進んで、1個だけですけどね、歩2枚持ってますしね、まず王様入っちゃいますかね。さあまずの形で銀出てきましたね。これはね突いて追う手もありますね。同銀なら歩打てるんで、突いて追って桂飛んできますか。そうしますかね。突いて、これお互い様ですね。さっき私も疲れたね、角で疲れましたけど、それで桂馬を飛んで、主導権争いですね。どっちが先に攻めの形を作るかという感じですけど、銀ではこれ手筋で桂馬を飛ばれる前に銀を上に上がるというね、受けの手筋ですが、ただこう守りの駒が出てくる形なのでね、どうか。どうしますかね。これね角上がるような手が柔らかい手な気がするんですよね。こう角を上がってここにね4四に角を出る形、今銀が上がったんで5三角から4四角で小瓶を狙うようなイメージがねいいんじゃないかなとちょっと思ってるんですけど、どうですかね。歩打ったら銀引くんですかね。それで角上がっとくような手もありますね。じわっとね歩打って銀出てくれば同銀同歩同角で調子いいんで、そちらの方が手堅いかな。をこうガチッと打って、単に出る上がる手もあって迷います。でここで角上がってきます。これでね次2五桂8五桂から王手で角出る手を狙ってるんですね。やってみましょう。こう桂馬を飛んでね、これちょっと柔らかい角の使い方でこう王手するっていう、これぜひね覚えていただきたい。これはね筋に入りました。歩ついてね、これはきついですよ。角が安定したんで、さて筋入りましたので偉そうに言ってますけど、これはきっちり攻めないといけないですね。今この歩入ったのめちゃめちゃ大きいので、部分的には技ありの一局面ですね。銀立っちゃうような手もあるところですね。銀立って同桂なら歩成りの空き王手、桂なって同銀で銀立つ手もある。相手の形で早くこの歩をついてね角を追いたいんですよね。だからその手だけを気をつける。銀立って振って取って、
取り込んで、取って桂か普通にかぶせる方がいいかな。はい。これいろいろあるところですけどね、これは技ありで攻めがね決まる続く形です。銀立ちがいいかな。銀立つのがいいか桂馬打つのがいいか、両方取りも魅力的です。はい。両取りかな。両取りいきますか。シンプルに皆様に分かりやすい攻めでいきます。あ、投了体です。これは中折り勝ちですね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではね、ちょっとね対局が今回中盤で終わったんですけれども、ちょっと局面のね、そういうポイントだけ、大盤で簡単に振り返っていきたいと思います。実際ねこれ、私が後手番ですので大相画面と逆になっているんですけど、ぜひねそこら辺も見比べていただいてね楽しんでいただければと思います。これ7七銀と相手方が上がった局面で、矢倉の序盤戦なんですけれどもね、ここから作戦勝ちというかね、条件を握るべく私が動いていきます。7五歩とつきまして、同歩同角と。この辺りで、先手も5六とついてね、この歩を保留した指し方もあったと思うんですよね。実戦は、7六と打ったんですが、6四角と引きまして、この角のポジションが、矢倉戦における好ポジションですね。ここで例えば5六歩ですと7四銀と上がってね、ここに銀が来ることで6五歩と追えなくなると、この角が、安定します。安定しますと、このね先手側の攻撃陣、例えば棒銀に出たりできなくなるということで、一つこれ組みやすくなるんですよね。先手後手が作戦勝ちになりやすくなるということで、実戦はここで6五歩とついて、これは角を安定させない、銀が上がられる一歩手前なんでね、一つ考えられる手なんですが、6五歩、4二角、5六歩に、今度はこのついた歩がね、6四歩とつくことで、ちょっと伸びすぎになるんですよね。で6四歩とつきまして、これ同歩同銀と、何気ない局面っていうかね、この数手何気ない手順なんですけれどもね、7筋歩持ってさらにここで歩が出て銀がこう1個出たことでね、少しずつこれ後手が指しやすくなりつつあるんですね、実はね。これね、この銀が追いにくいんですよね、先手はね。で実戦は同銀に、7九玉と寄ったんですが、3一玉と囲い合いに入りまして、8八玉に2二玉と。そしてね、後手先手4六銀と、さあ王様入り合ってね、銀出て同じような局面と思いきや、先手が後手がね、私も一手早く、先に動いたことでね、これ後手の形にしかできない手が出ます。これ4五歩とね、この手が効くのが大きい手でしたね。同銀ですと4四歩で銀が死んじゃいますね。先手はそもそも1歩しか持ってないですし、仮に2歩持っていて6五歩と打ってもね、同銀6六歩に7四銀と引けるので、ちょっとした形の違いで、これ実はね、ほとんど先手と後手、飛車先の歩の位置とね、この歩がいるかいないかぐらいの差なんですけれども、4五とつく手が効くんでね、似た形であるがゆえに、ちょっとしたことの差でね、結構形勢に、指しやすさに結びつきましたね。同銀とは取れないので、3七銀と我慢したんですが、7三桂と、飛びまして、ここで、実戦は6六銀というね、勝負手でやってたんですけど、4六が一番自然な考え方で、4六と継ぎとく手もあったと思います。ただこれも同歩と取って、同角ですとやはり4五歩で角が追われちゃいますし、同銀にもね、やはり4五歩とこれでも打つ手があるんですよね。先手はこの歩が意外とこれ取れるんですけど、いるとこれ取るとやはり歩で死んじゃうということで、またパックすることになっちゃって、結局これで1歩持っても銀の位置が立ち遅れちゃうんですよね。ですので、ちょっとしたことの差なんですけど、先手はなんか指しにくい、特に悪い手があった感じはない、大躍手とかね、なんかすごく見た目ですごく損する手があったわけじゃないんですけれども、ここまで進むと後手のペースなんですよね。6六銀は、桂馬が飛んできた時に避けるというテクニックなんですが、6五歩と自然に抑えまして、7七銀に、次の手がね、本局の決め手までいかないですけれども、厳しい手でしたね。5三角とね、これでぜひ覚えていただきたいですね。この歩がこうついちゃうと、こう角がどかしたりとか銀をどかしたりつけると、ついた後にこの歩が狙われちゃうと、本局でいう先手のように狙われてしまうと良くないんですけれども、この歩が安定してる段階でこう角出たことで、次にね4四角と出て、ここのねラインがこう斜めのラインが分かんなくなったんですね。ここではもちろん7二飛車と寄って、普通シンプルにこちらから攻めていくような手もあるんですけど、本局のこの5三角が
まあ受けがなくなってしまったんでね、事実上の決め手につながりましたね。5三角に、2六銀とね、まあこちら行っても結局同じなんですよね。同銀に歩なると結局取れないということで、まあ先手にとってはすごく辛い状況。2六銀で3七桂から4五桂が間に合えばいいんですけれども、一足早く、8五桂と飛びましてね、まあこれもまあ手抜いて3七桂がまあ良かったと思います。これ銀取られてねきついですけれども、まあしょうがない、銀は損しても頑張った方がね良かったと思うんですけど、まあ実際8六銀ねこれ自然な手なんですが、これは4四角がね突き刺さりましたね。これはもう味が良すぎますね、こう突き刺さってね、このくらいと連動してまあ会心の手順ですよね。まあ実際7七桂と飛んだんですが、6六歩とついてね、5七金にまあいろんな手があるところでね銀出るようでもありますけど、実際は7七桂成と普通に取って、同銀に6五桂とまあ重ね打ったところでね、先手の方が戦意喪失というかね投了となりました。まあまだまだね詰んでないんで指し方はいろいろあるんですけど、まあ6六金なら7七桂成と取って、まあ、同角に6六歩と打って、まあ、6七金なら6六銀という感じで、どうですかね。ちょっとまあね投了粘っていれば逆転することは将棋あると思うんですけど、まあボギもまだねさばけてないですし、ちょっと一方的に攻められる格好ということでね、本拠が取れとなりました。まあ7五歩からのね、まあ今解説した手順、ぜひぜひね、皆様の実践の参考になればなと思っております。